毎度、おとんです。はじめまして、第1回目行ってみたいと思います。これ、予言なんですけどね、もうだいぶ前に発売されたソフトで、今、PS4 で1と2のバンドルパックが出てるプロトタイプっていうソフトなんですけど、やってみたいと思います。で、主人公はね、ミュータントなんですよ、実は。で、もう、通常のゲームで、アクションゲームであれば、まあ、無償系みたいな形なんですけども、ゾンビとかを倒していくんですよ。これね、兵士とか、その一定の条件クリアしながら進んでいくタイプのアクションゲームなんですよ。で、これがね、もう本当にもう、バチバチにこう、アクションを繰り広げて、もう関係なしに戦っていくっていう。これね、一番最初ね、スー屋さんで、デモやってる時見かけた時にね、どうしようかちょっと悩んだソフトなんですよ。で、結局、なかなかやれずに、ずーっとお蔵入りしてたソフトなんですけど、まあ、妙芸で、動画上げるにあたって、まあ、第一弾として紹介していきたいかなと思って、上げさせてもらいました。結構ね、プレステ3なんで、当初のレーダリングなんで、ちょっとね、まあ今のやつの映像とかしたら、ちょっと見劣りする場面もあるんですけど、まあそれでも結構いい線出てるんじゃないかなというところで、紹介とかできていったらなと思って上げさせてもらいました。で、今度、クロータイプに変形。こうやってね、武装をね、どんどん変えていくんですよ。で、この武装がね、もう本当にそのミッションクリアしてからの変更なんで、それまでも手当たりしてやっていくと。日本のアクションではこんな基地出ないですけど、もうおそらく、まあ日本でやった Z バージョン、まあ日本版が出てないんで、まあここまでしか言えないんですけども、それでもね、もうこの爽快感はすごいのよ。で、実は後半でね、ビル登ったりするシーンとかもあるんです。今回の動画ではちょっと出せないんですけども、すっごいこう、ヒューヒュー飛ぶシーンが、まあちょっと前 PS4 版で出たスパイダーマンみたいな彷彿させるような感じの。で、今回また武装が変わると。このね、当時、こんだけコロコロ武装が変わるっていうアクションゲームっていうのもね、あったかなどうかなって思うんですけど、まあ、こういうタイプって意外と少ないと思うんですね。まあ、今ね、結構プレステ4とかでもこういうユーロゲーのね、オープンワールド系って結構流行ってるんで、むしろもう今はこういうので新作で持ってきた方が良かったんじゃないかな。ちょっと早すぎた作品っていう形ですね。でも結構派手に、もう音とかも結構派手ですから、すごい見栄えはいいですね。こうやってどんどんやるんだね。で、それで、まあ、ボーナス的なもんで、このソウルを手に入れて進めていくというような感じでやってるソフトなんですよ。まあ、音はもね、洋芸大好きなんで、もう本当にこういう洋芸をね、もうほんまに昔からやってたんですよ。で今も紹介しなくて、こんなソフトあったかなっていう。まあ今はね、どっちかというとオープンワールドの中世系とか、まあグラスみたいなもう日常系みたいな感じのやつとか、セイントローみたいなやつとか、あとはまあ戦争系とかね、いう形になってますけど、この非日常的な、部分で、兵士ぶっ倒しながらこう進めていくっていうアクションゲームがあったのかな。で、私は主人公ミュータントで、どんどんそのミッションをクリアして、こう武装を変えながら進んでいくっていうのがあったかな。まあ、当時のモデルにしたらまあ綺麗な方やと思うんですけどね。まあ皆さんの動画の購入されるにしてあたって、まあ参考になったらいいかなという形で実況させていただいてますけども、まあ当時ね、これね、5000円ぐらいだったんですよ。ちょっと高い部類で。中古でも4000円はしてましたね。うん、今、バンドルパックでワン、ツーで、6000円ぐらいかな、アマゾンであったかと思うんですよ。また、あれだったらリンクを貼っときますんで、よかったら参考してください。
でね、そのバンドルパックはね、すっごい怒ってる人いて、メーカーさんがもう、日本の某ゲームの、続編みたいな書き方をしてたのね。だからそれは勘違いされ、私もパッケージ見て、これは勘違いされるなと思いましたけど、でも、ちょっとやりすぎたんちゃうかなと。もう単純に、こういうどういうんですか、ミュータントの非日常オープンワールドですよっていうような感じで売ればもっと売れたかも思うんですよね。まあこれ機会にね、売れてくれたらメーカーさんも結構ね、まあこういうのやってよかった、作った側もよかったなと思うんじゃないかなと思うんですけどね。これもね、もう隠れた名作みたいになってますからね。意外と知らない人多いと思いますよ。だから私もこういう意外と知らない作品とか、まあ洋芸とかね、まあ、中華の機械とかをどんどん紹介してやっていこうかなと思ってますんで、まあ皆さんのご支援とかを、お願いしたいと思います。まあ動画とかで見てね、ちょうどよかったら、また応援と、あとなんて言うんですか、まあ、どんどん進めてますけどね。高評価もよろしくお願いします。ちょっと度忘れしてるとこあるから、ちょっとやばいな、これ。もう、どんどん、もう、ガンガンに、途中でね、どこに兵士いたか分かんなくなるんですよ。もう地図見て、赤い点が兵士いて、兵士とか、そのミッションクリアするための敵が出てくるところ。この矢印は、最終的にそれを全部コンプリートして、しましたよっていうメッセージが出た時点で、そこ行けばもう、次のシーンへ移行していきますから、もうこれも、バイオハザードにも出てきそうな、ちょっとバイオハザードよりキャラ陳腐かなっていうのが、敵がね、もう今剣になりましたけど、こうやってね、武装をどんどん変えていくんですよ。で、兵士もね、で、これだけキャラ出て、結構ね、2の場合はね、もっと、大きいキャラが出てくるんで、確かに重たくなるんですよ。まだ1はね、なんとか動いてますけど、まあ、これ以上出たらちょっと厳しいかなと。ちょっと重たくて、ね、止まりそうになる画面もありますけど、本当にそんな感じですね。もう戦車もぶっ倒したりとかね、もうこういうなんかちょっとバイオに出てきそうな敵とかもぶっ倒しながら、もうとりあえずどんどん進めていくというのがこのゲームの主たる目的なんです。で、残念ながら日本語字幕とか入ってないんで、洋芸ちょっととみんな思われるかもわかんないですけどね。だからまあ一応まあこういう動画を参考にしてもらって、まあ購入の、まあ、興味持ったら購入しようかなとかいうので参考にしてもらったらいいかなと。今はね、あんまりこういう遊戯扱ってるとこって言ったら、まあだいぶ少なくなりましたけどね。昔は結構ね、何か所か扱ってたんですけどね。で、これでまた進むと。CC もね、結構そこそこ頑張って作ってるんでね。メーカーさんもこの時力で作ったんじゃないかなと思うんですけどね。まあこれでも本当にどんどん進めていって、戦って。まあこれ、今紹介してるのはもうほんまにサイルドボムしか紹介してないんで、もう本当に手に取ってやってもらったらもう結構面白いと思いますよ。結構楽しんでやっていけると思うんでね。私もね、もう久々にやって結構もう遊んでますけど、で、これね、イージータイプもあるんですよ。で、イージーとかハードもあるんで、今ノーマルでやってるんですけど、イージータイプはもうちょっと優しいです。容疑にしたら。これノーマルでも結構ね、容疑にしたら優しい方やと思いますわ。これもね、本当に、だいぶ頑張って作ったソフトだなと思うんですけど、まあ若干、ビジュアルが、こう、なんていうかね、荒くなる部分もあるんですけどね。ちょうどこ
これね、グラセプの4ぐらいが出た値じゃないかなと思うんですよ。出てた時期が。なんで、まあ、ちょっと古めのソフトかなと。だからまあ頑張って探したらね、今もあると思うんですよ。アマゾンさんは確か、少し扱いあったと思うんですよ。まあ今買えるんだったらもう3版を無理して買うよりは、3版でも確かね、この間、この1を見た、中古で見た時でもやっぱり3000円ぐらいしましたからね。新品で買おうたらもう、プレ4版のバンドルパックを買うしかないと思うんですけども、まあパッケージ見てちょっと、って思うかもわかんないですけども、それはもうちょっとメーカーさんの意図なんで私もうどうも言えません。でも、発見し面白いですよ。もう本当にぶった切って進んでいくのは無双アクション的なもう要素があるんで、やっぱりただ武器が変わったりね、この剣とか殴ってたりするのはあれなんですけど、こういうハンマータイプとかね、中途半端に出てくるタイプのやつだと、進めててもこれどうなんかなっていうとこもやっぱりありますけどね。でもまあこれは、これでまあ、1は1で面白いと思います。私はもうこれを、一応、まあ、紹介させてもらうにあたって、まあ、皆さんの参考、もしくはメーカーさんが、まあ、売れる、また増産とかされてきたらいいんじゃないかなっていう感じでね、思ってますけど、意外とね、こんな隠れた名作いっぱいあるんですよ。本当に。日本で出てないけど、まあアメリカしか出てないとかね、ヨーロッパしか出てないとかね、いうのもありますね。こうやって敵にとどめを刺して最後のムービー、まあ最初のムービーに進むという感じで、いや、今回はプロトタイプほとんど動画第1弾でした。第2回目は一応もう次は中華のゲーム機の闇ということで特集させてもらおうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。いや、よかったなって言ったら高評価もよろしくお願いします。では、また、こういうふうな用言とか、いろんなものを紹介しますね。今後もよろしくお願いします。では、じゃあ、また、プロトタイプでした。